はい、トライラの川原です。今回はお知らせとなります。本日9月20日にまたうちのチームで書かせていただいた新しいアフターエフェクツの本が発売となりました。こちらになるのですが、プロが教えるアフターエフェクツモーショングラフィックス入門講座という本になります。アフターエフェクツの本を書かせていただくのは今回が2度目となるのですが、こちらが前回の本ですね。こちらは、プロが教えるアフターエフェクツデジタル映像制作講座というのが1冊目になります。同じシリーズで似たような本なのですが、こちらピンク色のラインが入っている方が新しいものとなります。そしてこの2冊どちらもアフターエフェクツの入門書という位置づけなのですが、アフターエフェクツを習得するためのアプローチの仕方が異なったものになっています。まず1冊目の方はこれ2年前に書いたものになるのですが、アフターエフェクツ自体がどういったツールなのかまだあまり知られていなかったタイミングということもあって、アフターエフェクツでできること、その機能を網羅的に説明する内容となっています。例えばアフターエフェクツの基本的なところであるキーフレームアニメーションですね。それを使ってスライドショーを作るとこから始まって、マスクを使ってトランジションを作るであるとか、トラックマットで切り抜くであるとか、いろいろなエフェクトで色調補正を行うであるとか、光のエフェクトを使って映画風のタイトルを作るであるとか、手書き文字であったりパペットツールであったり、桜の花びらのイラストを描いてそれを桜吹雪にするであるとか、あと手ブレ補正なんかの動画素材の加工ですね。そういった感じでプレミアなんかで動画編集をしている方がさらに作り込んで動画を作るための機能全体像なんかをご紹介しているアプローチの本となります。それに対して今回のアフターエフェクツモーショングラフィックス入門講座という本なんですが、こちらはその名の通りモーショングラフィックスの作り方を覚えながらアフターエフェクツを理解するといった趣旨の本になっています。ですので今回こちらで作る内容には動画素材や写真素材なんかは一つも使っていません。アフターエフェクツの中で作る文字や図形、アイコンなんかを動かして無から動画を作るといったものになっています。その実際の内容を見ていきますと、まずチャプター1ですね。ここではアフターエフェクツで作業に入る前の初期設定からとりあえず何も分かってない状態で一つ動画を作ってしまおうと、1時間程度で一つ完成させてしまおうというコーナーがあります。ここで一回分からないなりに作ってしまうことでアフターエフェクツの制作の全体像もつかめますし、何より一つ映像を作ることによってアフターエフェクツの楽しさですね、これも理解してモチベーションも上がると思いますので、必ずこれは入れるようにしています。そしてチャプター2からが本編になるのですが、まず図形アニメーションの作成、ここからアフターエフェクツの中で図形や文字を使ってアニメーションを作る基礎の部分をご紹介しています。まず2の1、最初にシンプルな三角形を動かすことで、まずアフターエフェクツの基本的なトランスフォームのキーフレームアニメーションですね、これを理解します。さらにモーショングラフィックス制作で重要になってくるアニメーションの緩急をつけるグラフエディターもここで触っていきます。前回の本の時は内容的にもアニメーションをつけて F9 でイーズをつけますぐらいまでの説明しかしていなかったのですが、今回は動きの緩急の設定がものすごく重要になってきますので、最初の時点からこのアニメーションの緩急をつけるためのグラフエディターは調整していく形で進めていきます。そして次に2の2、タイトルアニメーション。ここは線が出現して線が枠に変身して、その枠の中に文字が出現するというよくあるタイトルの形ですね。次に2の3からアイコンアニメーション。ここからちょっと一連になるのですが、まずアフターエフェクトの中でシェイプでパソコンのアイコンを作って、それがスマホに変形して動いてトランジションがかかって、最終的に検索窓のアニメーションになるという一連のインフォグラフィックスを作る流れになります。ここは一つ一つ細かく小分けしてパーツに分かれていて、最終的にそれらを一本につなげると一つのインフォグラフィックスになるという流れになっていますので、先の見えないゴールで心が折れるといったことにはならないようにしています。そしてチャプター3、ここからはアフターエフェクトの基本的なトランスフォームではなく、シェイプで使えるアニメーターを組み合わせた表現の作り方をご紹介しています。まず3の1、リピーター演出。一つの線や模様を複製してアニメーションさせる機能となります。これもよく使う表現ですね。次に3の2、シェイプの液体アニメーション。これはパスの結合を使った粘着性のある表現ですねの作り方をご紹介しています。そして3の3、ここでは丸と三角という2つのシンプルな図形をベースに、その出現から消えるまでの大きさ、色、
タイミングですね、これをずらすことによって一見複雑そうなアニメーションに仕上げる工程をご紹介しています。こういったモーショングラフィック制作の一つの手法として、シンプルな要素を複数組み合わせることによって複雑そうな華やかな表現を作るといったのが一つ、表現手法になるのですが、例えば簡単な算数なんかでも 2+6+8+12+4+9+8 みたいな感じになると分かるかいみたいな感じになるのですが、でも一つ一つをばらしていくと 2+3、4+6 みたいな感じでパッと分かるようなものだったりするので、そういった感覚をここで掴んでいただけるかなと思っています。そして次に3の4テキストアニメーション、これは文字に対して調整レイヤーを使って歪みを加える、その歪み方と歪みのタイミングをずらすことで複雑そうに見せるといった表現の部分となります。そしてチャプター4、ここでは 3D 表現の作り方をご紹介しています。まず 4-1 ではアフターエフェクツの 3D 空間として、アフターエフェクツの中の 3D 空間、3次元空間にカメラを配置してカメラを動かすことでアニメーションを作るという工程をご紹介しています。そして次の 4-2 押し出しシェイプの 3D、 アフターエフェクツのシェイプや文字は押し出しで厚みをつけることができるんですね。シンプルな 3D オブジェクトになると、これを動かしてライトを配置して陰影をつけて固定カメラで撮影するといった流れをご紹介しています。この手法を使うと 3D ロゴアニメーションなんかも簡単に作ることができます。そして 4-1 でカメラの動き、4-2 で 3D オブジェクトとライトの配置をマスターした後に 4-3 からアフターエフェクツに付属する 3D ソフトシネマ 4D ライトを使ってちょっと本格寄りの 3D の作り方をご紹介しています。アフターエフェクツの中でスマホのパーツをそれぞれ書いて、それをシネマ 4D ライトに持っていって押し出してパーツの位置を調整して画面に画像なんかを配置して、ここで画像素材使ってますね。スクリーンショット、画面の素材を配置して実際に 3D のスマホを 3D ソフトで作るという工程を行います。そして 4-4 でシネマ 4D ライトの中で 3D モデルをアニメーションさせて、それをアフターエフェクツに戻してアフターエフェクツでその 3D アニメーションにテキストを合成すると、 3D ソフトで作った素材をアフターエフェクツで合成するといったワークフロー全体をご紹介している形となります。そして最後チャプター5エフェクトアニメーションの工程では、ここまでに習得したアフターエフェクツの基本的なシェイプやグラフィックなんかのアニメーションと 3D 空間を使った3次元表現ですねに加えて、アフターエフェクツのエフェクトを加えることでさらにこういった表現もできるんだよといった作例4つをご紹介しています。5-1 ではよくある文字が煙になって消える表現であったり、5-2 パララックスという示唆を使ったズレによって立体的に見せる表現であったり、5-3 では変身する文字であったり、5-4 では水しぶきのトランジションといった感じで様々な表現をご紹介しています。といった感じでアフターエフェクツでモーショングラフィックスを始めるために必要な要素はかなり詰め込んだ内容となっています。そしてこれだけの内容に対してできる限り初めてアフターエフェクツを使う方にも、分かりやすいように説明したつもりではいるのですが、それでも本当に初めて使う方がつまずくポイントっていうのは毎回本を出すたびにそこでつまずくのかみたいなポイントはやっぱりあったりしますので、そういったところは例えばこの動画のコメント欄であったり Twitter であったり、あと後日、この本の公式サイトの方にもサポートページをアップしますので、そういったところからお気軽にご質問いただければと思います。ちょっとご質問いただいたタイミングなんかによってはお返事が遅くなる場合もあるかもしれませんが、できる限り全て対応できるようにしたいなと思っています。さらにたくさんの方が同じポイントでつまずいているような場合は、明らかにこちらの本の説明不足ということになりますので、そういった部分は追加コンテンツですね、動画で説明を追加したりなんかしながらご説明補足していくような形で公式サイトの方でアップしていきますので、ぜひチェックしておいてください。またこういったネット上だけのやり取りだけでなく、これから年末にかけて映像業界のイベントが盛んになってくる時期で、僕の場合ですと来月大阪では10月6日にクリエイティブテラコヤとイベントで登壇させていただくのですが、こちらチケットも完売してるみたいなんですが、であったり他11月14日に東京でインタビュー、これの中日14日ですねにプレミアユーザーグループとアフターエフェクツユーザーグループ共同でなんかイベントみたいなこと、セッションなんかもあったりするので、その中でも僕もお話しさせていただく予定ですし、また12月には横浜で Adobe Max ですね、これには僕も一 Adobe ユーザーとして遊びに行きますので、そういったイベントに参加される方は会場で僕を見かけた時にお気軽にお声かけいただいて話しかけていただいてご質問いただいたり雑談なんかしたりしながらお話できたら嬉しいなと思っています。前回のモーグラフェスなんかでもそうなんですが、やっぱり実際にお会いしてお話しするといろいろお互いに新しい気づきや学びなんかもあったりしますし、何より単純に楽しいというのが一番ありますので、ぜひそういった機会に実際にお会いしてお話しして交流できると嬉しいなと思っていますので、本当にお気軽にお声掛けください。
といった感じで今回は本日発売となりました書籍プロが教えるアフターエフェクツモーショングラフィックス入門講座のご紹介でした。今回は以上です。またお会いしましょう。